グータラズです。今日はね、Kバス友の会シリーズキャンピング仕様にってことで、ギャレーの制作2日目になります。まあね、1日目はね、途中でカメラのバッテリー切れちゃってね。で、まあその辺で終了したんですけど、まあ実はね、あの後ちょっと作業しててね、実はサイドの横の板、上の部分の横の板ね、ちょっとね、もう取り付けてあります。なのでね、その途中からまた作業風景見ていきましょう。そう、電子レンジを置くところを作っています。で、まあ電子レンジを置くんで、そのね、上の方に置きたかったんですよ。電子レンジをね。なのでそこのまあ天板っていうのをね、作っていきます。で、まあラインに合わせて、まあ電子レンジの置く板を置くんですけど、つけるんですけどね、コッパーをガイドにして、で、まあこういう風にやりました。まあなかなかね、作業性悪いね。作業効率は悪いです。まあ素人ですからね。いかんせん大工さんでも何でもないのでね、やり方とかよくわかんないんで、見よう見まねでやってるからね、こういう結果になりますけど。まあここはね、きちんと水平取るようにしました。まあ水平って言っても車自体が水平のところに置かれてなければ意味がないですけどね。まあある程度な感じです。ある程度な感じ。ここもね、またね、エアネラで打っていきましょう。で、まあほんとね、測りながら打った方がいいです。まあどっかのね、ポイントを基準にして打つしかないんですけど、本当に測りながらやらないと、後々幸せが来たりしますんでね、きっちり測りながらやりましょう。そう。編集してて気づきました。あれはボンドついてんなと思って。いつつけたんだべ。そう、ここもね、測りながら、基準になるところ、基準になるポイントでね、測ってエアネイラ打っていきます。で、まあ、ここ重いもの、重量物が乗るんですよ。まあ、電子レンジという重量物が乗るんでね。ここ本当に落ちてこないように、しっかりとね、止めることを考えています。なので、ここはエアネイラーだけでなく、ビスもね、打っておきます。ビスね、3本ぐらい、片方3本ぐらい打っておきました。まあ、ビスの方がね、強力なんで、ビスを打って強度もね、出しておきます。そう、これもね、また補強して、で、戻してみましょう。まあ、補強もね、まあ、以前と同じ通り横にね、板通すだけなんですけどね、それでだいぶ強度が出ます。ほら、バッチリ。本当に、あれぐらい、まあ、強度が出てれば、多分、電子レンジ乗っても大丈夫だと思います。そう、下のね、ボルトを刺して、で、上の部分をね、超ボルトでサービスホールに留めていくっていう感じです。これでまあね、取り外しできる仕様になりました。かなり簡単に、上の部分はね、超ナット2箇所、超ボルト2箇所で止まっています。これでね、本当にがっちりです。本当がっちりになります。そう、ここもね、超ボルトで止めれるところですね。これでほら、がっちりです。車が揺れてるぐらいだもんね。本当に。こんだけまあ、がっちり固定できればね、いいんじゃないでしょうか。で、まあ、せっかくなんで、ね、電子レンジ乗せてみます。ほら、サイズ感もちょうどいいなと思って、ぴったり収まる感じ。大きさも、そして広すぎず、で、適度にね、この高さも稼いであるので、電子レンジの蓋もね、ちゃんと開きます。若干ちょっと取りづらい感じはありますけど、取りづらい感じはあるけどね、そんなに困難ではないです。しかもあまりこう大きくしすぎるとね、ちょっと狭くなるんでね、あれぐらいにしておきます。そう。戸棚もね、作っておきました。この辺はね、取り忘れです。完全に取り忘れ。まあ、ここもね、きちんとサービスホールを使って、この戸棚自体も取れるようにしてあります。まあ、取れるっていうことがね、
取り外しできるっていうことが前提なのでね。そしてね、取り付けの仕方やってみましょう。まず下のベースはね、つけたままにしておきます。そしてまずあそこにボルトをね差し込んだでしょ。それをね下のギャレーに差し込みます。そしたらこの電子レンジの奥の方にねサービスホールにつながる板があるので、そこに超ボルトで留めるような形になります。これ超ボルトを2箇所で留めます。したらばこのドッキングさせるんですけど、ここはね超ナットになります。超ナットで上と下をドッキングさせてあげてください。これでねギャレーは完成。がっちりです。本当にがっちりです。その次に小物入れだって戸棚小物入れじゃねえな戸棚もねしっかり固定できるようになってます。戸棚も超ボルトで2箇所。戸棚のところはね取っ手っていうのあそこね取りました。あそこを取ってね、そこのねボルト穴を利用しています。これ2箇所で止まってますんでね、これもかなりがっちりです。で後にね右側のギャレーと戸棚をね固定するボルトも作りますのでね、そこはまあ後々になります。なのでこの3つはねこれで一体になります。だから本当にがっちりです。がっちり止まってね、びくともしません。びくともしないってことはないなかなり、ね強固なものになりました。これでね戸棚ってぐらいですからね、戸をつけなきゃダメですね。で電子レンジ側にもね戸つけます。やっぱりそのままむき出しよりもねちょっとこう隠した方がかっこいいなってことで、クオリティもね大事って言いましたから、そうこういう風にね扉もつけます。扉はつけるに際して本当にこの上と下なんていうかな、微妙にこの長さが違ってたりするので、ちょっと削ったりとかねしながら細かい調整加えながらやりました。きちんとね金手出てなかったからなこの辺は。でもいいです。で扉もね取り外し可能にしました。このなんていうの、これオーディオ用のなんていうんだ長板らしいんですけどね、この引っ込むんですよ。ぴょこぴょこへっこむんですよね。そこにこうメスの穴にこう入れてあげるっていう感じなのでね、取り外しできるようになってます。で今はねメスをつけていきます。メスはね本当にドリルで穴を開けてそれを打ち込むだけ、本当に簡単です。これだけです。若干広がった方がねやっぱり扉つけやすいんで、ちょっと広がるように作ってます。塗装をこの後していくんですけど、この状態だとやっぱ塗装に傷がつくなっていうことも考えられたので、ちょっとこう広がるように戸棚もこの電子レンジのところも作ってますんでね、ほらで上に開くタイプですね。がっちりでもないけどな、それなりにきっちりついてます。落ちてくることはないでしょう。でね戸棚の方もね同じ要領でやっていきます。で扉の角度っていうのはやっぱり電子レンジ側と戸棚と一緒にしてあります。でデザイン的なものも考えて、ちょっとこう横の板をこう斜めにカットして扉の部分はこうまっすぐにして、なんていうかな、ちょっとデザイン性を持たせてね作りました。だからちょっとこの扉下の方に行くにつれてちょっと扉が出てるっていう風なデザインにしたんですけどね。それでね扉を閉める際にあたってマグネットつけていきます。よく売ってるパッチンなねパチンになるやつ、あれで十分だなと思ったんで、かなり強力にねつきますから。でキャンピングカーの場合本当にこの扉つける際は本当にねちょっときついなっていうぐらいの方がいいです。緩めだとね、例えばこうカーブした時とかにね中のものがねガサンと落ちてきますから、ちょっとねこのきつめに止まってるなってぐらいの方がいいです。ほらマグネットをつけて完成です。電子レンジ側もねマグネットつけました。で今ね取っ手がないので、これ本当に今開けるのが大変
取っ手をね、なんか考えなきゃダメだな。で、ここはね、仕上がってきてます。仕上げになってますんでね。仕上げに面取り、トリマーで面取りしてあげてね。でもありとあらゆるところを面取りしてるんですけど、同じ形で面取りするようにして、そこは統一感を持たせるようにしました。この辺は組む前にやった方が良かったかもしれないな。ちょっとね、削りすぎてたポイントもあるのでね。その次にダブルアクションでね、ヤスリがけです。だいぶ綺麗になりました。ちょっと見てみましょう。やっぱりね、面取り、そして磨きかけるとね、だいぶ綺麗に仕上がりました。で、デザイン性も持たせたので、扉の部分のその角度の違いっていうのもね、ちょっとね、なんか洒落た感じにできました。でやっぱりほら、ちょっときつめだね。開けるのちょっときつめです。取っ手ちょっと考えないとダメだね。で軽キャンピングは狭いので、いろんなものをね、こう詰め込みすぎると本当に狭くなります。もうキャンピングカーだからいろんなものを詰め込むっていうとね、本当に狭くなるんでね、これ本当に気をつけた方がいいです。だから最低限なものをこう組んでいく。最低限で必要なものをこう決めてこう作っていった方がね、軽の場合はいいです。本当に狭くなりますから。ギャレンなんかもこの反対側にもあるね、軽バスありますけど、あんなもん本当狭いですよ。本当に狭いですからね。雑誌とかでもね、よくありますけど、本当こう広角で撮ってるから広く見えるんですけどね、実際見るとめちゃめちゃ狭いです。だから結構この軽キャンピングの場合、狭さとの戦いでもあるんですよ。でギャレーはね、反対側に俺が作ったのはつけましたけど、ギャレーは本当に1個でいいと思います。反対側にもね、なんかあると本当に狭いですからね。本当に狭くなりますから、実写を見るとね、狭いなって思っちゃうのでね、極力こう必要なものだけをこうで、そしてどれだけこう空間を広く見せるかっていうのがね、軽作る上では大事かなって思いました。ってことでね、今回は2日目ギャレーはね、完成してきました。この後ね、ちょっとしたまた釣り仕様にするだとかっていうのをね、ちょっといろいろまたやっていくのでね、次回も楽しみにしておいてください。